皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題は、韓国側が日本製品にかけていた関税が不当なものであると、WTO の場で報告書がまとめられ発表されたので、このことを取り上げていきます。今回問題になっているのはステンレス鋼です。日本から韓国へと輸出され、韓国側としてはこのステンレス鋼が国内に入ってくるときに値段が安すぎる。これでは韓国企業がダメージを負ってしまうとして、貿易措置として関税をかけたというのです。ところがこの関税をかけた製品というものが日本側としては高価格帯で韓国のメーカーが作っているものよりも高いものでした。つまり安すぎるからダメージが受けると言いつつも実際には高付加価値の製品というものが韓国市場には入ってきたのです。つまり言っていることとやっていることがめちゃくちゃなわけですが、これが改めて問題視されて WTO の場では負けたというわけです。このように概要を聞いてしまえば、なんだそんなの韓国側が負けるに決まっているじゃないかという話も記事を読んでいくと非常に問題が根深いことがわかります。韓国側としては今回の件について非常に珍しい反応を見せています。通常であれば明らかに日本側が勝訴したような貿易案件についても韓国側での報道というものは実質的な我々の勝利であるといったような形で敗北を決して認めないものです。ところが今回の件については韓国側の報道機関である朝鮮日報はあっさりと負けているということを前提として記事を作っています。ただ韓国側がようやく負けを認めたんだなというスカッとする話かというと実はそうではないというところも今回の問題の非常に痛い部分です。それでは日本、韓国それぞれの報道機関で今回の件がどのように伝えられているか記事をご覧ください。WTO 日本勝訴を認める韓国ステンレス鋼関税で世界貿易機関 WTO は30日日本製のステンレス鋼に対する韓国のアンチダンピング不当連売関税が不公正だとして日本が提訴している問題について日本の勝訴を認める報告書を公表した。 WTO は韓国に対し速やかに措置を撤回するよう勧告した。第一審にあたる紛争処理小委員会パネルが報告書をまとめた。韓国が不服とする場合60日以内に最終審にあたる上級委員会に上訴できる。経産省は韓国がパネル報告書の判断や勧告に従って課税措置を速やかに撤廃することを期待するとしている。パネル報告書は韓国側の課税措置を撤廃すると国内産業の損害が再発する可能性があるとの主張が合理的で適切な理由に裏付けられていないと指摘。経産省は日本製は高価で汎用品が中心の韓国製とは競合しないとする日本側の主張がおおむね認められたと受け止めている。今回の対象となっているのは産業機械や自動車部品向けのステンレス鋼。韓国は日本製のステンレス鋼が不当に安い価格で韓国国内に流通し、国内産業が実質的な損害を受けているとして2004年に 15.39% の課税を開始した。経産省は2017年6月までに約56億6000万円が課税されたと推計している。日本による適正な調査の要請にもかかわらず、韓国は2017年6月、3回目の課税延長を実施した。これを受けて日本は WTO に提訴し、2018年10月にパネルが設置された。日本側で勝訴と伝えられているわけですが、韓国側ではどうなっているかも見ていきましょう。韓国の報道機関朝鮮日報より、韓国、日本製ステンレス鋼をめぐる WTO 紛争で一部敗訴、法理に誤り、上訴する。世界貿易機関は30日、日本製ステンレス鋼に対する韓国の反ダンピング関税が不公正だとして、日本が提訴していた問題で、韓国の一部敗訴となる判断を下した。韓国政府は WTO が一部の争点で下した判断に法理的誤りがあるとし、上訴する意向を明らかにした。韓国政府が日本との WTO での貿易紛争で一部敗訴したのは今回が初めてだ。韓国政府は WTO パネルの判断にもかかわらず、今後も日本製ステンレス鋼に対する反ダンピング措置を維持する上で問題はないとの立場だ。貿易委員会は11月13日、日本、インド、スペイン製のステンレス鋼に対する反ダンピング関税適用を3年間延長することを決定した。産業通商資源部関係者は WTO の決定があっても関税適用に問題はないと述べた。日韓の報道機関の記事を紹介したわけですが、これらの記事に共通する項目として補足をしておきます。まず第一に、WTO
WTO の最終審にあたる上級委員会に上訴すると韓国側は表明していますが、上訴審は委員の決議で現在機能していません。この背景にあるのが WTO の改革を求めるアメリカの存在です。現在改革を求めるも WTO の改革というものは実施されていません。そのためアメリカは圧力をかけている段階で予算を拠出しないであるとか、こういった上級審の委員の補充についても賛同はしていません。WTO においては基本的に全会一致を基本としているため、アメリカ一国が強硬に反対姿勢を取り続ければ、それによって委員の補充も進まないというわけです。なぜそのようにアメリカが WTO の改革を求めているかといえば、そもそもの話としてWTO における審理というものが非常に長くなっている。いわば機能不全にそもそもなっているじゃないかという指摘と、中国に対する牽制です。中国の知的財産権の侵害への対処や、中国の企業に対する多額すぎる補助金問題等が、この WTO の場においては何ら問題とされていないことが、まさに中国側にとって有利な場所となっていることが、改革を求めている理由となっています。動画の最初でも概要を述べましたが、まず第一に日本から輸出されているこのステンレス鋼というものは、価格帯としては韓国産のものよりも高価格帯にあります。これは日本メーカーの方が安い値段で物を作るよりも、より高付加価値のものを高い値段で売る方が利益が得やすいからです。ですから韓国側の述べているような安い値段のものが国内にどんどんと入ってきて、これによって国内産業がダメージを受けるというシナリオそのものが全くの間違いだと言えます。ただし WTO の場においては、こうした話というものは基本的に一つの話だけでは済むわけではなく、話の枝葉の部分がたくさんあって、それらの枝葉の部分について負けたものもあるので、全体として干渉したわけではありません。ただし、こうした枝葉の部分について日本側が負けたとしても、一番大事なのは、じゃあこの関税というものが適正なものかどうかという一番大事なところにおいて、日本側が勝訴しているということを、当たり前のことですが一番重要な点です。以前私が取り上げたバルブ紛争などについても、 WTO の場においては日本側勝訴という報道がされ、実際国際的なニュースにおいても日本側勝訴が伝えられていました。しかし韓国側においては、一番大きな問題についてたとえ負けたとしても、枝葉の部分で韓国側の主張が認められたんだから、これは我々の実質勝利だといったような形で、かなりぐにゃぐにゃと話をねじ曲げて報道するものです。そして WTO の場において日本側が勝訴したというのは吉報なわけですが、しかしこの後も問題は続きます。なぜならば韓国側が上訴する、そして上訴した上で関税措置というものを継続すると言っています。また今回の記事の補足として私が書きましたが、 WTO の上級審というのは現在機能が停止しています。ですから機能が停止している以上、本当の意味での最終決着というものはしていませんし、最終決着を見ることは今のところは不可能に近い状態です。ですから今回の件をもって韓国が負けたんだな、よし関税をなくそうという話になるかといえば、そうなるとは私は思いません。経済産業省は韓国側は今回の件を受けて速やかに関税を撤廃してくれたらいいなという願望を述べているわけですが、韓国側にはこのような願望を飲む理由というものがありません。韓国側としては関税をかければかけただけ自国産業を守ることができるのですから、かけっぱなしにした方が基本的にはお得なわけです。そして日本側が今回のように願望だけで韓国側に対して報復的な関税というものをかけない以上、やはり韓国側としてはやり逃げという一番嫌な形として実質的に利益を得続けることとなります。今回の記事においてもさらっと書かれていますが、そもそも韓国側が関税をかけたのはもうずっと前の話で、そこから延々と関税がかけ続けられて、余計な関税というものが日経新聞では50億円以上の関税が日本製品にかけられているというふうに記されています。その分だけ日本側の製品というものの価格競争力というのが下がっていたという、逆に言えばそのような関税がかかった状態であっても韓国側のメーカーが買うということは、それだけ日本製品というものが商品価値があったということではあるものの、しかし当然のことながらこのような関税がなければより販売数が伸びたという可能性もあるだけに、日本メーカーにとっては良い話であるわけがありません。ですから今回のニュースというのは全体としては WTO の場において日本の訴えというものが認められ、韓国側のかけている関税が不当なものであるということはいわば認定されたという朗報なわけですが、しかしそれだけで話が終わりではなくて、韓国側は関税をかけ続け、そして
して上訴審に話を持っていくことによってこの関税を維持し続けることができるというこの実質的な害が日本製品に及んでいることを日本政府はもっと重要視すべきです。日本政府がすべきなのは韓国側がこのように不当な関税をかけ続けているこれに対する報復的な措置というものを関税貿易面においてはっきりと行動として示すべきだと私は思います。皆さんはこのニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていてください。そして今回のニュースにおいては韓国側の報道は珍しく敗訴という表現を使っているわけですが、直近の物事においても韓国側は明らかに負けているにもかかわらず勝ったと騒ぎ立てている問題がありました。それは日本海の故障問題です。つい最近この日本海の名称問題においては日本海の単独表記というものが継続されるよということが暫定決定していました。しかしその続報として改めて日本海の表記というものは単独で今後も続けられますよということが正式承認されたことが伝わっています。なお韓国では日本海表記が単独で続くということに関しては全く触れずにデジタル版において名称ではなく番号表記に変わるこのことによって我々が勝利したんだということを声高らかに報道しています。起こっている事実そのものについては変わるわけではないのですが、どの面を切り取ってどのように伝えるかというのはまさに伝える側の意思というものが強く反映されるものです。この日本海を東海と並列表記するように言っていた韓国側の主張というのが認められなかったというのも日本側にとっても朗報なわけですが、しかし韓国側が日本を煩わせることに全力をかけているというこの事実そのものはまだまだ変わるものではありません。今後も韓国側としては日本の嫌がること、そして日本のやってきたことをいかにして全否定していくかということに政治や外交力というものを振り向けてくるでしょう。日本政府や日本の外務省というのはそういったことに対して一つ一つ面倒くさがらずいちいち全てに対応していくことが今後も求められることです。というわけで最後に日本海単独表記が正式決定しましたよというニュースについてご紹介して今回の動画を終わりにしようと思います。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまとめにかかりましょう。またね。日本海単独表記、国際機関が指針維持を正式決定。韓国が日本海の故障に東海の兵器を求めている問題をめぐり、国際水路機関 IHO が先月末、公式の海図に日本海と単独表記する指針の維持を正式決定したことが分かった。IHO は11月16から18日の総会で指針維持のほか海域を数字で表記するデジタル版の海図を新たに作ることを暫定決定していた。 IHO は総会での議論の概要報告書にまとめ3カ国の了承を取り付けた。 IHO は各国が公式の海図を作る際に参考とする指針を示している。指針では一貫して日本海の海域をジャパンシーと記してきた。報告書はこの指針を引き続き利用可能と結論付けた。